はい、皆さんこんにちは、まーさんです。今回の動画はアルトワークスのエンジンすでにバラバラに分解してありますが、そのエンジンの各パーツを計測して傷み具合なんかをチェックしていきます。前回の動画ですでにある程度やりまして、ヘッド周りのですねカムの高さとかバルブステム系なんかを測りました。今回はまず最初にですねヘッドの、バルブシートっていうところとバルブとの当たり面の幅ですね、その辺を測るところから始めていこうと思います。映像は今これヘッドを洗っているところですね。あんまり綺麗にしなくても当たり面を測ること自体はできるんですが、どっちにしても洗うことになるので先に洗っておいてから測定をしたいと思います。洗浄の途中なんですけれども、ここでバルブステムシールっていうシールを外します。今手に持ってるのがですね、そのシールを外すために、即席で作った SST 特殊工具ですね。多分なんかのバイクの車載工具かなんかに入ってたプレス打ち抜きのレンチなんですけど、それを削ったり叩いたり曲げたりしてちょうどいい具合の形にしまして、釘抜きの要領ですね。で、ステムシールをこうして抜いていきます。こういう特殊工具を作らないと非常に外しにくいというか、ほぼ外せないんですよね。普通はどう外すもんなのか、何かうまい工具があるんですかね。サービスマニュアルを見てもただ外すとしか書いてないんですけれども、スズキで用意した SST がある場合はそれを使えって書いてありますから、スズキの、特殊工具としてはないっていうことでしょうね。そして、ステムシールを外すとその下からこの、スプリングが乗るための座布団みたいなもんですけど、こういうパーツも出てきます。これを外すと一応、分解は完了ということになります。本来はここでまた熱をかけてバルブガイドですね、それを抜けとかいうことにもなるんですが、それはしないのでこれで分解はおしまいですね。そしてまた洗いますが、今ここで使っているのは洗い湯、灯油ですね。これでオイル的なものを落としておいて、その次はこれですね、お湯に溶いて使うパーツクリーナーですね。これで、カーボン的なもの、こびりついた黒いやつですね、それを落としていきます。先にオイル的なものを落としておかないと、この、高い洗浄液がですね、オイル汚れですぐ何て言うんでしょう、飽和して落ちが悪くなってしまうので、オイル的なものは先に灯油で落としておいたということです。そして何か金属の怪しげな棒が突っ込んでありますけど、いわゆる投げ込みヒーターっていうやつですね。丸くなってる先端が熱くなって液体を温めるというヒーターです。これもですね、近所のリサイクルショップで非常に安く売ってたので買ってきたんですが、今回初めて使ってみました。今使ってる容器がプラスチックなのでちょっと溶けちゃうんじゃないかと、投げ込みヒーターの熱でですねちょっと心配してたんですが、実際やってみたところ、投げ込みヒーターがこのプラスチックの容器に思いっきり触れてても別に溶けることはないみたいですね。空気中に持ってくるとかなり高温になるんですけど、水中にある分にはそんなに100度を超えるようなことにはならないみたいです。ですからこうして突っ込んでおけばちょうどですね60度ぐらいになりますので、非常にいい感じです。洗浄液に一晩漬け込むと、こびりついたカーボン汚れも非常にきれいに落ちます。このお湯に溶いて使う洗浄液の使いどころが今一つですね、今までよく分かんなかったんですが、ちょっと分かってきたような気がします。ですから今までこの洗浄液割と長期在庫になってたんですけど、今回のエンジンオーバーホールで一気に使ってしまいましたね。
今ガスケットを剥がしてますけど、これインテーク側で、この、角にある穴から、冷却液が中に入っていくんですね。ですから、ガスケットが他の部分はスッときれいに剥がれたんですが、この冷却液に浸ってた部分の、近くのガスケットは非常にこびりついてるという感じになってます。はい、ヘッドの洗浄終わりました。といってもそんなめちゃくちゃ綺麗になったわけではないですけど、まあ一応一通り終わったということで、次はですね、バルブシートとバルブの当たり面の幅を測っていきます。最初に言っておきますけど、このやり方がですね、合ってるのか間違ってるのか、多分ですね、なんかすごく間違ったことをやってるような気もするので、真似をしないようにというか、反面教師として見てください。何しろこう誰かに教えてもらったとかいうことがなくて、ネットとかそういった情報だけでやってるので、今一つですね、これでいいのかっていうのがよく分かってない状況なんですよね。作業の理屈としては簡単で、この、オレンジ色をしたやつですね、これが光明炭っていうんですけれども、これをバルブシートというところに塗りまして、そしてバルブをはめてキュッと押すと、バルブシートとバルブが当たってる部分だけ、バルブ側に光明炭がつくと、その光明炭の幅を測るんですね。そうするとバルブシートっていうところの摩耗具合がわかるんですね。幅があんまり広いとバルブシートが非常に減っているということで、ちょっとまずいということになります。どうまずいかというと、バルブシートとバルブの当たる面積が広いと、単位面積あたりの圧力が下がるわけですね。そうするとどうなるかというと、圧縮漏れを起こしやすくなるということですね。ただですね、この作業が実際やってみるとですね、バルブをキュッと押した時にこの光明炭がこう広がってですね、はみ出したような感じになって、実際の当たり面の幅よりも広い範囲に付着してしまうんですよね。ですから光明炭を塗る量が多すぎるんだろうと思って、1回塗ってからですね、ちょっと軽く拭き取ってみたりとかいろいろ試してやったんですが、どっちにしてもですね、間違いなく言えることは、当たり面の幅が相当広いですね。測り方が下手なので誤差が大きいと思いますけど、仮にその誤差をですね、都合のいい方向に思いっきり見たとしても、それでもやっぱりかなり、当たり面の幅が広すぎる状態だと思います。今ちょうどバルブを見せてますけど、光明炭のつき方がちょっと不均一ですけど、これはバルブが汚れてて弾いちゃったせいだと思います。でもどっちにしても幅が広いなというのが分かります。このバルブシートを直接ですね測ってみたりもしたんですが、やっぱり2ミリ前後あることは間違いないですね。ちょっと今ノギスでは映像にした時全然わけが分かんないんで、定規も当ててみたんですが、定規を当てると2ミリはないかなという感じもしますが、やっぱり2ミリ前後ということで、本来であればバルブシートを削ってですね修正しろっていうことになるんですが、どうなんでしょうね。前にアクロスのエンジンをやった時はやっぱりバルブシートが相当大幅に、摩耗してたんですが、そのまま組んじゃいました。やっぱりバルブシートを削るとまでなるとちょっと素人の手には負えないかなっていうことと、あとですね、ネットとかで調べるとバルブシートの当たり幅はもうしょうがないからあんまり気にするなみたいなことを書いてある、サイトもあってですね、そういうもんなのかなという感じで、見て見ぬふりをしたという感じですね。だからそもそもこんな測定手間暇かけてするなよっていう感じなんですけど、どっちにしたって修正しないんだから測定するだけ、無駄というか無駄というよりは、損ですよね。ですけど一応やってみたかったっていう感じですかね。
はい、次はいよいよ最大の目的であるヘッドの歪みの検査ですね。そもそもこのエンジンは冷却液がどんどん減っていくということでいろいろ調べましたら、どうも、ヘッドガスケットが抜けてるんじゃないかということで、そのヘッドガスケットの抜けっていうのはこのヘッドの歪みで起こるんですね。シリンダーヘッドが歪むことで、ヘッドガスケットのところの、隙間ができるとまでは言わないですけど、圧力が弱くなって、そこから燃焼した混合気がウォータージャケットの方に吹き抜けてしまうと。そうするとそこで、冷却のラインに大量の空気が入り込みますので、まともな冷却ができなくなって、オーバーヒートはするし、ラジエーター液はどんどん溢れてこぼれてしまうということだったのだろうということで、今ヘッドの歪みを調べてるわけですね。その調べ方なんですけど、本来はストレートエッジっていうすごく精度の高い定規のようなものを押し当てまして、ここでは簡易的に金属の定規を使ってますが、そして、シックネスゲージを突っ込んでみてですね、隙間があるかどうか調べると、やってみたところですね、 0.05 ミリのシックネスゲージはスカスカに入りました。ですけど 0.1 ミリのシックネスゲージはほとんど入らなかったと。ですから0.05 から 0.1 ミリぐらいの隙間があったということになります。そしてマニュアル上の限度は 0.05 ミリまでの歪みが限度っていうことになっているので、明らかにそれを超えてることは確かなんですね。ただそんな大幅に超えてるわけでもないので、ちょっと困るというかですね、ヘッドガスケットからの吹き抜けだろうということでばらしてるんで、ヘッドがあんまり歪んでないと吹き抜けじゃなかったのかもしれないみたいな可能性が出てくるんで、ちょっと困るんで、ちゃんと歪んでてくれよっていう気がしないでもないんですが、でも限度より歪んでるわけですから、やっぱり吹き抜けだったんだろうと思うんですけどね。次はピストンです。このピストンリングとピストンリングがはまる溝ですね。その溝の幅の差、隙間を測ります。この辺はですね、別に測る必要もないというか、測ってどうなるものでもないんですが、やってみたいからというか、動画のネタにしたいからというか、どっちみちピストンも外して洗わないといけないですから、そのついでという感じですね。今トップのピストンリングを外しましたけど、このように溝にはめて隙間にシックネスゲージを突っ込んで隙間を計測します。マーさんが持ってるシックネスゲージがですね、一番薄いのでも 0.05 しかなくて、その次が 0.1 なので、どっちにしても正確な測定はできないんですが、でも限度がですね、隙間の限度が 0.1 ミリとか 0.12 ミリなので、限度に達してないっていうことは確認できるかなという感じです。測定結果、このようにふざけてるとしか思えない数字になってますけど、要するに全てですね、 0.05 ミリのシックネスゲージは入ったけど 0.1 ミリのシックネスゲージは入らなかったということですね。あとですね、これ今思うとピストンを洗ってから検査するべきですよね。やっぱりちょっと気が流行って早く測りたかったということなのか、洗ったらもう一回ちょっと測ってみます。どっちにしてもその限度を超えてるっていうことはないと思いますけどね。それより気になることがありまして、今映ってるのは1番のピストンなんですが、この次に2番のこれですね、これが2番のピストンなんですが、今セカンドのピストンリングを外そうとしてますけれども、なんと外れないんですね。今こうアップで見せようとしている部分ですね、この部分がこう固着ではないんですけど、なんか引っかかってピストンリングが抜けてこないんですね。ですからこういう場合はピストンリングはもう交換した方がいいと思いますけど、ピストンも、
交換っていうことになるんですかね。もしピストンを交換するとしたら、1気筒だけ交換していいものなのか、変えるなら3気筒ともした方がいいのかよくわからないんですが、これ2番シリンダーのシリンダー内壁にもちょっと傷がついてたところなんですよね。ですからやっぱりそれなりにダメージは受けていたと。後でピストンをよく洗ってからもう一回ちょっとどんな傷なのか検査してみないといけないですね。このようにリングはちょっと苦労したけれども外れたことは外れました。こんな感じです。次はピストンリングの摩耗を検査します。これはですね、外したピストンリングをこのようにシリンダーに、はめ込みまして、そして、ピストンリングの合口の隙間ですね、その隙間のサイズを測ることでピストンリング全体がどれぐらい摩耗しているかが分かるということです。その結果はこのようになってまして、全て限度内ではあるんですが、2番が特にめちゃくちゃ多いっていうわけでもなくて、そして1番がめちゃくちゃ少ないんですよね。まさか1番だけなんか変えてあるのかなという気もしないでもないですね。次はシリンダーブロックの歪みをヘッドと同じように測定してみます。これはマニュアルの方には書いてないので、ブロックはそんなに歪まないよってことなんですかね。でも測ってみるとやっぱり、結構歪んでました。0.05 ミリのシックネスゲージはスカスカ入るという感じです。ちなみにこのシリンダーブロックをよく見ましたら、下側ですね、クランクシャフトが固定されている部分に、液体ガスケットがですね、明らかに色の違うやつが2種類ありましたので、やっぱりクランクシャフトを外してる、そんなような分解をしてることは間違いないのかなと。そしてその時に古い液体ガスケットを掃除せずにつけちゃったのかなと、どうなんでしょうね。ちょっと謎な部分です。これは検査というわけではないですけど、ウォータージャケットの中に大量のサビのくずがいっぱいあったので、その部分を撮影しておきました。これもうだいぶごそごそと、サビのカスが出た後なんですが、こうして見るとまだまだいっぱい入ってますね。普通こんなサビのカスなんてたまるもんなんでしょうかね。一番大きいのは1円玉ぐらいの大きさのサビの塊がゴロゴロと出てきましたけど、やっぱちょっと異常といや異常ですよね。あとですね、シリンダーのトップの部分、今指で触った部分なんですが、明らかにカーボンがこびりついてるんですよね。この部分は本来、ヘッドガスケットが密着してるのでカーボンがつくってことはないと思うんですが、カーボンがついてるっていうことはやっぱり吹き抜けてたのかなという感じですね。それからこれは2番シリンダーの、傷がついてた部分です。先ほどピストンの傷を見せましたけど、そこの部分ですね。何かこう爪が引っかかるような傷ではもうダメだみたいなことらしいんですが、爪が引っかかりはしないですけど、傷のある感触はわかるという感じですね。ホーニングってやつをすれば大丈夫なんですかね。最後はクランクシャフトです。このエンジンはですね、エンジン開けたら必ずクランクシャフトを外してメタルを交換した方がいいよっていう話があったんですけど、こうして見てみるとそんなにメタルが減ってる感じではない。今映ってるやつはちょっと減ってる感じですけれども、それ以外のやつはそんな減ってるように見えないんですが、やっぱりプラスチックゲージで隙間測って、メタルをサイズ出して変えといた方がいいんですかね。ここまでばらした以上はやっぱりやっといた方がいいんでしょうね。こ
こちらはコンロッドのメタルですね。これも別にそんな減ってるようには見えません。はい、ということで、マニュアルに載ってる検査全部から見ればごく一部という感じなんですが、一応エンジン内の各パーツをチェックしていきました。どうなんでしょうね。そんなにひどい状態でもないと思いますけれども、まあいい状態でもないという感じですかね。まあ今のところの心づもりとしては、ヘッドとシリンダーブロックは自分で、ガラスかなんか使って研磨して、ヘッドガスケットはもちろん新品にするわけですけど、あとピストンも少なくとも2番は、新品交換かなと。そしてまあその他はですね、バルブ周りも含めてですね、まあそのまま組んじゃえばいいんじゃないのっていう感じがするんですが、どうでしょうね。何かご意見のある方はコメント欄の方に書いていただけると嬉しいと思います。エンジンの整備のプロの方がこの動画を見たらですね、もう見ちゃおれんわみたいな感じだとは思うんですけれども、まあ、素人が見よう見まねで、自分の車で遊んでるっていうことで、多めに見てほしいなと。でもまあ、いくらなんでもそれはないだろうっていうところがあったら、まあ教えてほしいんですが、そうでなかったら、まあ、生温かい目で見守ってほしいなと思います。はい。では、今回はここまでとします。今回も動画をご視聴いただいてありがとうございました。